風邪から胃腸風邪にかかり、最近ようやく体調が良くなってきました。ご心配してくださった皆さんありがとうございます。今回はあつ森動画50本公開記念として蓄光ウォールステッカーを使わないで作る窓特集です。今まで作ったものから公開していなかった部屋まで全て公開します。窓の作り方の種類は大きく分けて2つあるので、種類ごとに分けながら作り方を解説していきます。それでは早速見てみましょう。これは一番簡単な大きな窓です。こういう大きな窓は斜めからのアングルが映えます。バーやカフェなど景色を楽しむのに最適な窓です。まずは左右に大理石の柱を2本ずつ立てていきます。間を埋めるようにカウンター H を並べます。上が空きすぎているので電球なので窓の高さを調整します。窓っぽくするためには上から吊り下げられるものがあるとベストですね。完成です。ここからちょっとずつ彫っていきます。次はこの窓です。地面と柱、家具のレンガの色を合わせたのがポイントです。仕切り壁を両端に置きます。真ん中に植物のパーテーションを置きます。木製の柱をここに設置します。植物のパーテーション周りは2本ずつです。間にレンガの柱を立てます。左右の端にも木製の柱を立てます。このままだと窓が高すぎるので、高さのある家具と天井家具で高さを緩和します。完成です。窓に上と真ん中に電球があるので窓が目立つ配置です。次は壁掛け家具を使って窓を作る方法です。まずは仕切り壁をここに設置し、柱で囲みます。間に仕切りカウンター H を置きます。ボトルのウォールシェルフを均等に配置します。仕切り壁に合わせて家具を配置します。この隙間が気になるので柱を左右に1本ずつ追加します。完成です。仕切り壁と壁掛け家具を使うことで窓っぽくなりましたね。一番初めに出したステッカーを使わない大きな窓の作り方ですね。ここに大きな窓を作ります。仕切り壁と柱を使います。仕切り壁の両端に柱を3本ずつ立てていきます。柱を1本ずつ間を空けながら立てていきます。完成です。柱を細かく立てることで作る窓でした。次はベッドサイドに作る窓です。ここに壁を作ります。壁と壁の間は1マス空くように調整します。柱を1マスずつ開けながら置いていきます。ここにベッドルームを作ります。疑似のダブルベッドにするのですが、まとめるために奥にカウンターを置きます。ベッドをカウンターの色に合わせて一体感を出します。窓が大きすぎるので天井家具を使い高さを調整します。完成です。
ベッドだけに水中が見える窓があるのは贅沢ですね。床に水が敷かれている場合の窓の作り方です。この部分に仕切りを置いていきます。仕切り壁を置く理由としては、部屋に池がある分外感が強めなので、仕切り壁で壁を隠すことによってバランスをとっていきます。完成です。壁に直接窓をつけずに部屋の中に疑似窓を作る編です。いろいろな作り方があるので早速見てみましょう。奥2マスにバルコニーを作ります。手すりをつけてバルコニー感を演出します。手すりの代わりに蓄光ウォールステッカーで柵をつけてもいいかもしれません。ここに壁を作っていきます。和風な部屋なのにフローリングと思った方もいらっしゃると思います。最近の旅館の作りとしては一部だけ畳を採用している旅館も多く、手入れのしやすさ、費用などの面から採用されています。完成です。私のお気に入り、ちゃちゃ丸の超有料自己物件ですね。インスタで 2.1 万いいねをいただいた部屋です。部屋と外の間に仕切りを作っていきます。真ん中は外が見えるように大きな疑似窓にしていきます。窓の下の部分はカウンターを置いて出窓風にします。このままだとちゃちゃ丸が窓から飛び出してしまうので、外側に手すりをつけてあげます。完成です。ラムネちゃんの家で使った方法を部屋内で応用するパターンです。ラグと石畳の間に柱を立ててお店の境目を作ります。奥の風景を見せたいので仕切り壁は使いません。外から何やかわからない、扉を開けなければならないお店は入店のハードルがめちゃくちゃ高いんですよね。人間の本能的な部分が関係しています。大きな窓をつけたり入り口を大きくするなどをすると入店するハードルが少し下がります。完成です。これが最後の10個目の窓の作り方です。奥の路地裏を見せるように作った窓です。レンガのラグと床の境目に壁を作っていきます。仕切り壁の内側に疑似窓を作っていきます。今回の動画の一番の見せ所ですね。部屋から路地裏が見えるようにするために窓部分は大きめに幅を取ります。仕切りカウンターを柱2本で挟んでいきます。途中で柱を挟まなくてもいいのですが、挟んだ方がメリハリがついて窓っぽくなります。こんな感じになりました。適度に外が見えていい感じです。窓部分の上が開きすぎているので天井家具で調整します。迷ったら吊るし棚とシェードランプを置いています。癖がないので何でも馴染んでくれるんですよね。路地裏の方からお店を見てみるとこんな感じです。住民が通ることを全く考慮していないので狭いですね。裏口のドアはこんな感じです。仕切り壁にも家具を飾れるようになるといいですね。完成です。蓄光ウォールステッカーを使わない窓の作り方10選はいかがだったでしょうか。いろいろな窓の作り方があるので皆さんの部屋作りの参考になったらとっても嬉しいです。この動画を見て窓を作ってみたくなった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。